は、ことすんです。今日はナチュラルなサマーハットを編んでいきたいと思います。よろしくお願いします。編み付き号ですけど、これですね。これは、細編みです。これが鎖編み。で、これが中長編みの2目一度。中長編みの2目、玉編みの記号になります。まず作り目です。輪にします。はい。輪にしたら、ここに2つ鎖を編みます。立ち上がりです。で、針に糸をかけて、ここに1つ中長編みを編みます。はい。そしたら2つ鎖を編みます。で、またこのね、輪の中に中長編みの2目一度を編みます。で、鎖を2つ。で、また中長編みの2目一度です。はい。2つ鎖を編んで、で、中長編みの2目一度。1つ。こちら側に引き出して、そのまま針に糸をかけて、もう一度輪の中に針を入れて、こちらに引き出して、で、針に1、2、3、4本糸がかかったところで引き抜きます。はい。はい。今全部で、この最初の目も入れて、1、2、3、4、5、6、7、8個中長編みを編み入れました。で、ここで最後のね、8個目です。8個目編めました。そしたらここから2つ鎖を編んで、で、編んだらね、ここの輪を引き締めます。ぐっと引き締めて、そしたらね、この今編んでる目を一番最初の、この中長編みと、ここに鎖編み2目、立ち上がりの鎖目があるんですけど、鎖目じゃないです。立ち上がりの鎖目があるんですけど、この中長編みの頭ですね。中長編みの頭に針を入れて、で、ここに引き抜きをします。はい。引き抜き編みをしました。これでね、1段目終わりです。次、2段目です。2段目は細編みです。全部で32目編み入れるんですけど、この中長編みの頭ありますね。この中長編みの頭にはそれぞれ2目ずつ細編みを編み入れます。で、鎖編みのところは、全部2目ずつ編み入れていきます。1つ立ち上がりをして、はい。この目ですね。今、引き抜いた目に、まず1個目、細編み。で、もう1個、細編みです。はい。そして、この鎖目のところですね。鎖目2目のところに、側に細編みを1個、細編みを2個、2個編み入れます。はい。そしたらまた次の中長編みの2目一度の頭ですね。頭、5です。ここに、1個、2個。はい。これを続けて1周編んでいきます。
はい、ここで一周回ったところです。鎖編み2目のところに細編みを2目側に編み入れたところで一周です。はい。そしたらね、一番最初の細編みですね。ここ。立ち上がり、最初の細編みの頭ですね。ここに引き抜きをします。はい、これで2段目が終わりました。はい。これでね、細編み全部でね、32目ですね。になっていると思います。まずね、2目、鎖で立ち上がります。そして、この同じね、今引き抜いた細編みの頭ですね。ここに、まず中長編みを1個編みます。で、編んだら、2つ鎖を編みます。で、また同じ目に、中長編みの2目一度を編みます。中長編みの2目玉編みですね。こちらを編みます。はい。鎖2目立ち上がりと中長編み1個。で、2目鎖を編んで、で、中長編みの2目玉編みを編みました。ここ最初、スタートです。これから先ずっとね、この玉編みで作る模様編みの段は、必ずここ、最初スタートです。で、この2目を編んでから次に移ります。下、ここの段は、細編みを3つ飛ばして、4目目ですね。1、2、3、4つ目に、中長編みの2目一度編みます。中長編みの2目一度。はい。こんな感じですね。そして、2つ鎖を編んで、で、また同じ目に中長編みの2目一度編みます。中長編みの2目玉編みですね。はい。で、鎖2つを編んで、同じ目ですね。また同じ目に中長編みの2目玉編みを編みます。はい。で、この中長編みで作る模様編みの段は、必ず、立ち上がり2目鎖を編んで、1つ中長編みを編んで、で、2目鎖を編んで、中長編みの2目一度。で、この細編みの中に、この塊が2つですね。間にこの鎖編みも入りますけど、この2つの中長編みの玉編みが入った状態から必ず始めます。で、後からね、ここにもう一つ、ぐるっと一周してからここにもう一つね、中長編みの玉編み、2目玉編みをね、編み入れるんですけど、最初の始まりは必ずここから始まります。はい。そして、また、1、2、3、4目目に、ここに同じような模様を編んで、一周編んできます。はい。これでね、一周回ってきました。このね、玉編みで作ったこの3つの塊が、今ね、この最初のこの目も入れて、2目のところも入れて、1、2、3、4、5、6、7、8個。8個できてると思います。はい。で、ここ最後の目編んだので、針に糸をかけて、一番最初このね、2つしかないので、あと1目足りないので、ここに1目足します。最初に編み入れたね、この細編みの頭ですね。ここに針を入れて、ここに中長編みの2目玉編みを編みます。ですね。こうやって、引き抜いて、はい。こんな感じです。ここにね、これで模様が完成しました。そしたら、2つ鎖を編んで、
で、編んだら、この最初のね、この立ち上がりと中長編みで作ったこの塊の頭ですね。この中長編みの頭です。ここに針を入れて、引き抜いて、はい。1、2、3。これでね、3段目完成しました。はい。で、次ね、4段目です。4段目からですね、細編みを編み入れる数で大きさを決めていきます。一周のね、大きさを決めていくので、ちょっと変則的になったりしますので、ここからね、細編みの数にちょっと注目していただきたいんですけど、で、細編みのこの基本の中長編みでできたこの3つの模様編みのここの部分ですね。ここの部分に細編みを編み入れていくんですけど、で、編み入れ方が、3通りあります。ちょっと見てみましょう。中長編みの2目玉編みで作ったこの3つのね、塊の模様編みの上に、細編みを編み入れていくんですが、まずね、こちら、6目編み入れる場合です。それぞれのね、中長編み、玉編みの頭に1目ずつと、向かって左側のこの鎖編み2目のところには1つ。で、向かって右側の鎖目2目のところには細編みが2つ入っています。はい。こちらが6目編み入れる場合です。はい。こちらが7目編み入れる位置です。それぞれね、もうほんと1目ずつ編み入れていく感じです。この中長編みの玉編みの頭には1目ずつ入れまして、1、4、7がそうですね。で、2、3、5、6が、この鎖編みのところに1目ずつ、これね、即に編み入れて大丈夫です。即に編み入れていきます。2、3、5、6は、鎖編みのところに1つずつ編み入れていきます。全部でね、7目、これで編むことになります。最初のこの塊ですね。この一番最初のこれに6目。すべての模様編み、この一つずつね、この模様の上に7目ずつ編み入れていきます。図はこちらになります。で最初ね、1目立ち上がって、ここもね、編み入れるんですけど、ここ最初ですので、ここ6目です。なので、ここに1目。で、ここに2目。細編みですね。で、今この真ん中が1目。これから編むところです。で、1目細編み。で、ここの中長編みの2目玉編みの頭に1目って感じで、こんな感じで編んでいきます。まずはここね、立ち上がって、一番最初、スタートここからです。細編みを編んだら、次ね、この鎖編みのところに、細編みを1個。で、中長編みの頭に細編みを1個です。で、ここはね、6目なので、こんな感じです。次、ここ、全部ね、斜め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 ってね、全部斜めを編み入れていくんですけど、細編みをね。まずここ、中長編みの玉編みの頭ですね。ここに針を入れて、ここに1個。1。で、鎖編みのところに、1、2、2つ鎖編みの上に細編みですね。で、次はこの真ん中の玉編みの頭に、まあ入らなかったらね、このままね、即に入れちゃって大丈夫です。私はちょっとここ、ちゃんと編み入れたいので、入れます。はい。玉編みの頭に1個。これでね、この模様に、1、2、3、4つ、4つ細編みが入りました。で、次ここの鎖編み2目のところに細編み2つです。1、2、はい。そしたら、最後ですね。この3つ目の玉編みの頭ですね。頭に7個目を編み入れます。はい。こんな感じです。で、これを続けてね、一周。ここが最初ですね。ここが最初。
ここまで斜めずつ編み入れていきます。はい。ここでね、斜めの部分は全部編みました。ここで最後です。あと残るところは、ここの最初の模様編みの中長編み1個と鎖2目が編まれてない状態です。で、ここのね、中長編み2目玉編みの頭に1個。はい。そしてここね、鎖目2つですね。鎖目2つのところに2つ細編みを編みます。はい。そしたらこれでね、全部で55目細編みが編み入れられたことになります。で、最初のこの細編みの頭に引き抜いて、で、これで4段目が終わりです。はい。では、5段目です。まずはね、最初の状態を作ります。1つ、2つ、立ち上がりを2目編んだら、長編みを1目編んで、で、鎖2目を編んで、中長編みの玉編みですね。中長編みの玉編みを、2目玉編みを編んだ状態、ここから始めます。はい。そしたらね、次の、中長編みの模様編みですけど、ここ、下ですね。下、1、2、3、4つジャンプします。1、2、3、4つジャンプして5つ目。5つ目に編み入れていきます。針に糸をかけて、1、2、3、4、5目目ですね。5目目に、基本の模様編みを編み入れていきます。中長編み、2つ、中長編みの玉編み、2つ鎖、中長編みの玉編み。はい。はい。で、1、2、3、4、5、5目。4目飛ばして5目目に編み入れていきます。はい。これをね、続けて1周編みます。はい。これで、1周編めました。全部でね、この塊が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11個ですね。11個編めたところで1周です。はい。で、次が、6段目です。で、6段目もちょっとね、変則的に細編み入れてきますので、こちらのね、ちょっと図を見てください。はい。このようにね、7が、8回。で、6が2回ですね。ここの模様編みの上に編まれることになります。上が、スタートです。ちょっと見えにくいんですけど、このループがね、このループが見えるところが上ですね。で、まずはね、斜めから始めます。で、ここ斜めから始めるので、まず一つ立ち上がって、で、根元に細編み1個。で、斜めなので、この鎖編み2つですね。鎖編みのところに2つ細編みを編んで、で、中長編みの玉編みに1個編みます。はい。これで、最初のね、このスタートが編めました。で、ぐるっと回ってきたときに、またここに3つ細編みを編み入れれば、全部で斜めになります。はい。で、あとはね、1、2、3、4、5、6。はい。斜めですね。斜め。じゃあ、6目の位置までちょっと編んでいきます。はい。次が6目です。1、
2、3。で、真ん中の玉編みですね。に、細編みで、次の鎖編みには1個。次の細編みには1個。で、3つ目の玉編みに、これで6目編めました。はい。別にこっちを2つ細編み編んで、こっち1個でもいいし、まあこの中長編みの頭に編み入れなくても、3つってね、この鎖編みのところに3つずつ編み入れても全然大丈夫です。ただね、一度そのようにしたら、ずっとその感じで、同じように、入れる位置をね、変えないで、同じ位置でね、編んでいけば、綺麗にね、編めると思います。一つね、一回ね、編み入れたところはずっとそのままで。まあ、これがね、正解じゃないです。ただ私はこのように編んでるっていう感じですね。はい。で、あとはね、指定の位置で7目を編んで、で、指定の位置で6目を編んでいってください。6が2回ですね。はい。では、一周していきます。はい。これで一周しました。こことここですね。が6目で、あとは全部7目編み入れています。はい。で、これでね、6段目が終わりです。はい、次7段目です。7段目です。最初の部分編みました。はい。で、飛ばす目ですけど、ここは1、2、3、4つジャンプして5目目ですね。すべての目を4つジャンプして5目目に編んでいってください。1、2、3、4、5目目ですね。はい。これを続けて1周編みます。はい。ここで1周しました。この塊が全部で15個ですね。15模様を編めてると思います。はい。そしたら、今、2つ鎖を編んだので、最初の中長編みの頭に引き抜きます。はい。これで7段目が終わりました。はい。次は細編みの段です。8段目です。8段目はね、すべてのここのね、模様編みの上に細編みを7目ずつ編み入れます。全部同じです。今まではね、6とか7とかね、あってちょっと大変だったんですけど、ここの段は簡単です。全部7目ずつ編み入れていってください。全部でね、105目になります。はい。ここで一周です。全部ね、7目ずつ編み入れてきて、最終、105目になりました。では、次は9段目です。9段目はね、中長編みの玉編みの段です。それぞれのね、模様の塊を、全部で21目編み入れます。下の目の細編みを4つ飛ばして5つ目に全部ね、編み入れていきます。全部で21目ですね。21個模様を編み入れていきます。はい。これでね、9段目終わりました。全部でこの玉編みで作った模様編みが21個あると思います。
こうね、1、2、3って数えて21個ですね。で、次がね、10段目です。次ですけど、ちょっとね、またね、細編みを編み入れる数が変則的になりますので、ちょっとね、大変なので、今回はね、ちょっとこちら見ていただけますか？こちらですけれども、この、赤い字で書いてある 5STS って書いてあるところですね。これ5目。この5目編み入れるところなんですけど、あとはこの青いので書いてあるのが6目編み入れるところですね。この白で2とか3とか書いてあるのは、6が3回、6が2回、6が3回、みたいな感じの3とか2っていうのは、そういう6の回数ですね。続く回数ですね。2回続く、3回続くみたいな感じですね。で、この全部で6箇所に、この指定の位置にマーカーをね、入れてください。で、そのマーカーの位置は、5目編み入れるところで、他は全部6目編み入れます。なので、マーカーをね、入れます。はい、6箇所、指定の位置にマーカーを入れました。で、マーカーの位置のこの模様の上は、5目ですね。5目。5目はね、このように入れます。で、あとは全部6目編み入れていきます。で5目ですけど、このね、図の通りに入れてくれればいいんですけど、まあ、最初ね、この、スタート地点からこのマーカーがついてるので、ここ5目ですね。5目。と真ん中の中長編みに、細編みを1個。で、この鎖編みのところですね。鎖編みのところにはね、1つですね。両脇、鎖編み1つずつで5目です。で、今ね、初めなので、まず2つ目で、中長編みの頭でこれで3つ。最初なのでね。で、ぐるっと回ってきて、あと2つ編み入れます、ここにね。で、次が、6目ですね。6目はね、今まで通り、編み入れていきます。じゃあ次のね、この、5目編み入れるところまで、ちょっと編み進めていきます。はい。次、マーカーついているので、ここは5目ですね。5目は、まずね、この一番右の頭に1個。で、鎖編みのところ、2目のところに1つです。で、真ん中に1個。真ん中の玉編みの頭に1個。で、左の鎖編み2目のところに1つ。で、最後のね、一番左の玉編みの頭に1個。はい、これで5目です。で、あとはね、6目。6目の、マーカーのついてないところは6目。で、マーカーのついてるところは5目と編んで1周編んでいきます。はい、ここで1周です。これ全部で120目あると思います。細編みが120目あります。はい、これで、何段目だっけ。はい、これで10段目が終わりです。最初のね、細編みに引き抜きします。はい。で、次が11段目です。はい。11段目も、4目飛ばしで、5目ごとにですね、一つずつ、細編みじゃなくて、中長編みの玉編みで作る模様編みを24個編み入れていきます。
これで一周しました。全部でね、この模様編みが24個編めたところで終わりです。そしたらね、最初の中長編みの頭に引き抜きして、次の段に移ります。次の段、12段。12段からですね、20段まで増減なく編んでいきます。一回りね、今から細編みを編むんですけど、細編みがね、120目ですね。120目で模様編みが全部で24個ありますので、一つの模様に対して、5目ずつ、細編みを編み入れていきます。で、これを増減なく続けていきます。5目はね、5目のやり方は、一度しましたね。一度編みました。この模様編みの上を、細編み5目ずつですね、編んでいきます。玉編みの頭、鎖目2つに1個、玉編み1つ、で、真ん中の玉編みの頭に1個、で、鎖2目に2つ、2つじゃなくて1つ、鎖目2目に1つ、そして、中長編みの玉編みの頭に1個。1個。はい。これでね、5目ですね。5目編めました。これを続けてぐるっと1周回ります。そして、12段、14段、16段、18段、20段は全部この編み方です。で、次の段の、この細編みが終わった次の段は、このね、模様編みですけど、こちらも、4目飛ばし、5目ごとに、編んでいくんですけど、こちらも24模様ですね。増減なく編んでいきます。こちら、模様編みの段は、13、15、17、19と同じ編み方です。はい。それではね、20段、増減なく、交互にね、細編みと中長編みの玉編みのね、段を交互に行いながら20段まで編んでいきます。はい。20段目が終わりました。細編みの段ですね。20段目終わりました。こんな感じです。高さ的に今ですね。まあ、この時点で8センチ、9センチぐらいですかね。ございます。はい。ではね、次21段目です。次はね、中長編みの玉編みの模様の段ですね。ではまずね、ここ、スタートのね、玉編みしていきます。はい。そしたらですね、こちらの図を見てください。この数字が、4とか3とか書いてありますけど、こちらの数字が、ジャンプする目の数ですね。下のね、細編みを飛ばす目の数です。で、4が4目飛ばす、3が3目飛ばすです。で、この通りにね、編んでいってくださればいいんですけど、まあ、飛ばし方はね、今まで通りに飛ばしていただければいいです。4目飛ばすなので、最初ね、ここ、スタートが、立ち上がりの鎖編みがあるところがスタートですね。で、そこの下の方見ていただけると、こう4って書いてますけど、こちら4目飛ばすです。1、2、3、4。4目飛ばして5目目ですね。5目目に糸模様を編んでいきます。はい。で、次が3って書いてますね。で、次は3目飛ばします。1、2、3。3目飛ばして4目目ですね。4目目に模様を編んでいきます。はい。このようにして、このね、指定された数字の数だけ飛ばしながら、編んでいってください。まあ、別にこの
絶対この通りにしなければならないってことではないです。ただ、こうやって、ちょっとバラバラにして、偏りがないように、飛ばしてますので、こちらを参考にして、一周編んでいってください。はい。1、2、3。最後、3目飛ばして、一番最初の目に、一つ、中長編みの玉編みを編んで、一周です。鎖、二目。で、最初の中長編みに引き抜いて、これで、21段目が終わりました。次、22段目です。22段目は細編みの段です。全部で162目、細編みを編み。それではね、この模様編みがね、全部で27模様できていると思います。はい。で、この22段目は、この模様編み27目の上に6目ずつ細編みを編んでいきます。編み入れ方はこのようにしてください。で、全部でね、細編みが160になるように編んでいきます。はい。ここで一周しました。全部で162目。これで22段目が終わって、次は23段目です。では、最初の細編みに引き抜きします。はい。で、23段目は、中長編みの玉編みの段です。こちらはね、先ほどね、全部で27目編み入れたと思うんですけど、前段ですね。前段、この模様。これ、増減なく編んでいきます。この段も27模様にしていきたいと思うんですが、下の細編みを飛ばす目がちょっと変わります。増減なく編みたいので、スキップ5、5目、ジャンプして、6目目に、6目ごとに、模様編みを編み入れていってください。はじめの形を作ります。はい。6目ごとに編み入れていくので、5つ目を飛ばしていきます。1、2、3、4、5で、6目目ですね。6目目に、模様編みを編んでいきます。もっとね、数えなくてもわかりやすい方法があって、このね、ちょうどこの3つの玉編みのこのちょうど真ん中の玉編みの頭に入っている、この細編みめがけて針を入れていけば、そこが、6目目ですね。5目ジャンプすることになります。なので、いちいちね、目を数えなくても、真ん中の玉編みにめがけて編んでいけばいいです。このままね、ここ、次のね、この玉編みのこの頭の細編みですね。ここにめがけて目を入れていけばいいので、比較的この段は楽です。はい。ではまたね、このまま一周していきます。はい。ここで、5目飛ばして、最後の目です。一番最初の目に、玉編み、中長編みの玉編みを1個足して、鎖2目を編んで、中長編みの玉に引き抜いて、はい。これで、23段目が終わりました。で、次24段目です。24段目。細編みの段です。次の細編みの段は180目全部で編み入れたいんですけど、ちょっとこちらを見てください。ここ最初ね、スタート。スタートが、スタート776、776、776って、2目ごとに6目。なので、1、2、3、6目。1、2、3、6目。感じで、これ、6目編み入れるところに、マーカー入れておくと、数数えながらね、編まなくてよくなるので、楽かと思います。ここの、細編みが、細編みじゃなくて、マーカーが入っているところは6目。あとは全部7目ずつ編み入れるって感じですね。私なんかね、あれ今何目編んだっけみたいになっちゃうんで、こういうやり方でね、編んでます。最終的に細編みが180目になるように編んでいきます。はい。では、
最初は斜め。細編みを斜め編み入れるからですね。はい。では、続けて編んでいってください。はい。最後のね、模様のところ、6目編み入れました。で、残り、最初ね、4目入っているので、3目、残りの3目編み入れます。1、2、3。はい。これでね、全部で、180目になったと思います。細編み180目になったと思います。で、最初の細編みに引き抜きます。で、これで24段目が終了です。次25段目ですね。25段目はこちらの図を見てください。全部で30目模様を編み入れます。6目ごとに、なので、細編みを5個飛ばして、5目飛ばして、6目目に、編み入れていく形です。あとはね、同じです。最初にね、このスタートの模様を作ってから、下が1、2、3、4、5、6目目に、模様を編み入れていきます。これをね、繰り返して、一周編み入れていきます。1、2、3、4、5。5目飛ばして、6目目が一番最初のスタートの位置ですね。ここに、中長編みの玉3個編みます。はい。で、鎖2目で1周ですね。はい。引き抜きします。25段目が終わりました。で、全部でこのね、模様編みが30個あると思います。はい。では次は26段目です。はい。では次26段目、細編みの段です。すべてのこの模様編みの上に6目ずつ細編みを編み入れていきます。またね、全部で180目にします。ここで増減なく編んでいきますね。一周編みます。はい。一周しました。と、最初の細編みに引き抜いて、はい。26段目終了です。次27段。今180目。細編みを編み入れました。で、次もね、増減なく、模様編みの方入れていきます。全部で、30模様ですね。30模様編み入れていきます。まずはスタートの形を作ります。はい。5目飛ばして6目目に、模様編みを入れていくことになります。6目ごとに模様編みですね。またね、増減なくなので、この中長編みでできた玉編みの、この真ん中の玉編みの頭に入っている細編みめがけて、模様編みを編んでいけばいいです。特にね、数えなくても大丈夫です。はい。一周しましたので、最初のスタートに、中長編みの玉編みを1個と、鎖2目を編んで、はい、一周しました。引き抜きます。はい、これで27段目終わりです。で、次、28段目です。細編みの段です。ここでね、また増し目しますので、またここがね、ちょっとめんどくさい増し目の仕方なので、ちょっとこちらの図を見ていただけますか。この矢印ついてる模様のところに、マーカーを入れていってください。これね、12個あります。矢印がついているところが6目
編み入れるところで、あとは残りは全部斜めです。6目のところだけマーカーをつけていただいて、で、そのマーカーのところは6目で編んで、で、その他は斜めで編むっていう感じで、またね、そのようにして、ちょっとこのマーカー入れるのがめんどくさいですけど、入れてしまえばね、あとすごい簡単なので、ちょっと最初ね、数えながら入れていってください。ちょっと変則的なので、うん。2個飛ばしだったり、1個飛ばしだったりしてます。ではちょっとこの指定の位置にマーカー入れていきます。はい。12個マーカー入れてきました。はい。では、ここから、マーカーの位置。このスタートからマーカー入ってます。マーカーの位置を6目。他を7目編んでいってください。細編みです。はい。これで28段目が終わりです。で、次29段目です。29段目は、6目ごとに模様編みを編み入れていきます。5目飛ばして、6目目に、模様編みですね。全部で33模様です。はい。それで、とりあえず一周してきました。最後ね、スタート位置のところに、中長編みの玉編みを1個、鎖2目、最初の中長編みに、引き抜き。はい。これでね、29段目が終わりました。で、この時点で、多分ですけど、皆様の笹和紙フラットが、このぐらい、ちょっと心もとない感じですね。ここからね、この模様編み、と模様に対して6目ずつ、細編みを編み入れていきます。足りるかなって感じですね。なので、これ5号針で編んでる場合は、ギリギリなんですよね。なので、私は、一応、予備でね、もう一個買ってあるんですけど、こっちのね、エコアンダリアの方は、2玉で足りますので、全然ね、余るぐらいなので大丈夫だと思うんですけど、こっちで編んでる方は、手加減にもよると思うんですけど、ちょっともしかしたら足りなくなるかもしれないです。なので、ちょっと余分に買っとくといいんですけど、これちょっとね、結構高価なんですよね、この笹和紙。余ったので、コースターとかね、作れますので、うん、4玉あると安心かなって感じですね。多分足りると思うんですけど、ちょっと編んでみます。これね、6目です。すべての模様編みに対して6目ずつ細編みを編み入れていきます。はい。ちょっと足りました。あんまりこのぐらい。で、ここまで余ったら、いや、こっちの帽子はね、余らなかったんですよね。なので、2玉目4玉目を、ちょこっと、このぐらい、ほんのちょこっとだけ、もったいないんだけど使いました。で、こっちはね、あの、間に合いましたね。うん。よかった。そしたら、最初の細編みに引き抜いて、で、このぐらい余ったので、引き抜きしていきます。余らなかった方ね、この、細編みだけでも多分大丈夫だと思うんですよね。うん。
あとこれ今5号針で編んでますけど、4号で編んで、一回りちょっと小さいサイズで編んだ方は絶対に足ります。よかった。足りましたね。なんでだろう。私の手がきつくなったのかな。なので、ちょっと小さくなったのかもしれないですね。帽子が。若干。で、ではね、ここ、引き抜きしていきます。一目ずつね、引き抜き。ね、198目、細編みあると思うんですけど、こうすべてね、こうやって地道に引き抜き編みをして、帽子の縁取りをね、ちょっとしていきます。はい。余りがね、これだけです。これだけ。ギリギリでした。では、これをね、チェーンつなぎして終わらせていきます。戸締まりに通して、一番最初の引き抜きの目ですね。この辺かなこれかなこれに、こう入れて、で、戻します。ね、出てきてるところに戻します。はい。こんな感じで。ちょっとひらひらってなって、ここがね、ちょっと広がる感じで。これ、うん、長い、なんていうの、結構深めなんですよね、深め。で、結構、目深に被るみたいな感じの、ちょっと今っぽい感じの、形にしたんですけど、ちょっと深すぎるよ、これじゃあって方はね、この一覧、この最後の一覧ですね。この最後の一覧っていうか、この最後の模様、これをなくして、ここで終わらせてもいいです。そしたらもう完全に3玉で足ります。で、私はもうちょっとね、こう顔を包み込むような感じのクローシュみたいな感じで、にしたかったので、もう一段ね、ちょっと危険だなと思いつつ足しましたけど、もう一つね、もう一段上でもね、ちょっと深さが浅くなって、これはこれで可愛い感じだったので大丈夫です。この一段ね、ちょっと深すぎるって方は一段ここなくしてもいいと思います。で、あとはね、これをね、糸始末は、こんな感じで、ちょうどここね、細編みがあるので、細編みの足にこう入れていきます。と、こうやって、こんな感じで入れて、戻す。道を戻ると、出にくくなる。こんな感じで、糸始末を終えます。でね、これしか編まんなかったんですけど、これ結構ね、大きめなんですよね。結構、ここのね、頭周りが、結構ね、ちょっとゆるっとした感じなんですよ。なので、ちょっと、ゆるすぎるって方は、こっち特にね、この笹橋の方で編んだのはね、結構大きめになる感じなんですよね。あっちの、もう一つのね、エコアンダリアの方で編んだのは、大丈夫なんですけど、笹橋はちょっと大きめになりがちです。なので、ちょっとね、サイズ調整は、いろいろやり方があるんですけど、こういうテープをね、こ
ここにこう縫い付けていって、調節するとか、こういうね。あとは、なんか、結構ね、帽子を小さくする、なんか、テープみたいな、100均とかでも売ってるみたいなんですけど、まあ、それをここに、まあ、これをまずこう、縫い付けて、帽子用のテープ。これはちょっと帽子用のテープじゃないですけど、まあ、こんなようありますよね。こういうのを縫い付けて、で、そこにこう、調整用のなんか貼るのがあるんですけど、そういうのを貼ったりとか、あと、今からちょっとやりますけど、ここをね、引き抜きでちょっと、引き締めていこうと思います。こっち側ね、もうやってあるんですけど、ここですね。見えるかな、ここなんです。ここに、ぐるっと、引き抜きをしてあります。なので、こう、見たときに、ここにね、ちょっと、こう、段差というか、ができて、でよりね、帽子っぽくなるって感じですね。ここ。これですね、ここ。ここをちょっとキュッとね、締めていきたいと思います。なので、まあ、使わなきゃいけないですね。本体はね、ギリギリいったんですけど、ここの分だけやっぱりちょっと、神戸のね、ハンドメイドマルシェに出そうと思うので、ちょっと小さめにします。多分私被ってないんですけど、これは。うん、私だったらちょっと大きいかなって感じですね。私でも多分。なので、ここを引き締めていきます。引き抜きする位置なんですけど、上から20段目のところですね。20段目のこの細編みの部分に、裏から引き抜きをしていきます。ここね。裏から、この細編みの、今裏目見てますけど、この細編みの、そうですね。ここに、まあ、足の部分にね、こうやって、こういう感じで、足の部分に、引っ掛けるみたいにして編んでいこうと思います。5号針でね、今まで編んできた針でいいと思います。あんまり小さくす、あんまりね、こうきつくしすぎると、こう、なんていうのかな、こう、グイってなりすぎて、上がこう、膨らんじゃうと思うんですよね。なので、そんなにあんまりきつく引き締めると、あまり良くないかなと思います。では、もう、この辺にこう、入れて、で、ここを引き抜いていきます。ちょっと立ち上がって、で、隣の目に入れていきますね。ちょっと見えにくいんですけど、このですね、この細編みの、ここら辺拾って、見えますか？この辺拾って、こう、横に、こう、こんな感じで、こういった感じで、横にこうやって、引き抜き編みしていきます。こんな感じですね。まあ、まあ、ここをね、私今拾ってますけど、他にね、拾いやすいところあったらね、そちらでもいいんで。で、まあ、これがね、こういう風にはしたくない方とか、あと、糸が足りないとかいう方はね、まあ、濡れちゃうんでね、風で。なんか今ちょっと、結構この、なんていうのかな。なんか去年から流行ってる、長い顎紐あるじゃないですか。ああいうのつけてもいいと思います。まあ別にね、コットンとかで、ブレードとか、まあ、紐を編んで、紐というか、なんていうの、ストラップ、紐を編んで、で、それをね、こう、つけてもいいと思います。はい。ここでね、最後ですね。一周しました。ここ最初。
見えるかな？ここが最初なので、これね。で、ここで切ります。そして、またね、ここでチェーンつなぎしていきます。はい。ごめんなさい。ここのね、ここのチェーンつなぎと、ここの糸始末のところが全然取れてなかったんですけど、大体わかりますよね。ここの端でやったようにチェーンつなぎして、目立たないところに糸始末をしていただけるといいかなと思います。このね、エコアンダリアのラベルのね、裏にも書いてあるんですけど、こんな感じで。見えないか。なんか、こうやってね、裏にタオルをこう入れて、で、上からこう、スチームをかけると、見違えるように綺麗になりますよって書いてあるんですけど、本当にね、エコアンダリアはね、たまにうねるとか、うねってもう嫌だとかっていう人いるんですけど、最後なんかこう、アイロンかければ、綺麗になります。ので、かけた方が、スチームをかけた方がね、絶対いいと思います。もったいないです。アイロンしてきて、ちょっと形整えました。ここね、ちょっとへこませてます。こんな感じで。カラーナンバー104で、濃い方ですね。で、少し薄いのが102番、こっちです。これアイロンかけるとき、ここね、段差がありすぎると、ここがね、ここはちょっとあまりにもこうなってると、ちょっと帽子としてちょっと不格好なので、これをなるべくこうフラットにするように、ここにね、蒸気を当てたら、ここちょっと引っ張って、ここの段差をなくすように整えてください。ちょっとね、マイクがね、カメラにつけてるマイクがね、なんか壊れちゃって、今ね、修理に出してるんですけど、半分以上ね、音声が取れてないっていうか、すんごくちっちゃくね、音声が入っちゃってて、ちょっと編集でね、何とか大きくして無理やりやってるんですけど、ちょっとね、音声聞きづらいかなと思います。申し訳なかったです。なんかね、マイク壊れるんですよね。なんかマイクの呪いでもかかってんじゃないかなと思うんですけど。何って感じだけど、これ、風船ですね。風船をね、こうやって膨らまして、だいたい頭の大きさぐらいにね、風船を膨らまして、スチームアイロンのない方、水をちょっと霧吹きかけて、風船をこう中に入れて、で、こうやってね、乾かしとくと、形整うと思います。これでね、保存してもいいんですけど、これね、保存してると、だんだんね、これちっちゃくなってくるので、この風船がね、しぼんでくるので、ずっとは使えないんですけど、少しの間ね、こうやって形整えるのには、使えるんじゃないかと思います。こんな感じではい。おまけ動画でね、撮影してきた帽子はこっち、このちょっと色の濃い、笹和紙フラットの104番と、エコアンダリアクロッシェ。これは色番号802番、802ですね。こっちはね、引き抜き、ここの周りしてありますけど、ここね、押してますけど、こっちはね、しなかったです。それなりにね、ちゃんと引き締まったんで、糸が細いっていうのもあるので、引き抜きここしなかったです。あとこっちの方がね、断然軽いですね。これね、55針で編んでるんですけど、かぎ針の使用推奨号数が305から405なので、505で編むとちょっとオーバーサイズのね、ちょっとになると思うんですけど、でも意外とね、こうしっかりするので良かったと思います。で、サイズです。こういう紐で頭周りをこうね回して、でちょっとこれで測ります。はい。エコアンダリアの方がこの頭周りが 60.5 センチでした。結構思ったより小さかったですね。64センチぐらいあるかなと思ったんですけど、意外と小さかったですね。今編み立てのこちら、こっちはね61センチありました。思ったよりもっと大きく感じるんですけどね。なんだろう。で、これですね。あれ、こっちも61センチでした。ちょっともうなんかそんな感じです。60.5 センチから61センチですね。でも58センチぐらいが皆さんねちょうどいいと思うので、今これ5号針で編んだんですけど、糸自体の推奨号数がエコアンダリアクロッシェの方は305から405
なので、笹和紙フラットの方も405から605なので、4号でね編むってことがどっちもできるので、もうちょっと小さくしたい方は405で編むっていうのもサイズ調整としては手かもしれないです。あとは先ほどお伝えした通り、頭周りにテープをね貼ったりとか、そんな感じで顎ひもつけたりとかですね。ここにこうおリボンつけてもね、ここで結んでギュッてやってもいいと思います。あと大きくしたい方は605でね編む605だったらちょっと大きいかな、なくはないですね。これ笹和紙フラットが605、推奨コースが405から605なので、もうちょっと大きくしたい方は605で編んでもいいかもしれないですというわけです。あとね、動画の編み図なんですけど、動画にね編み図をね載せると編み図だけ見ていなくなっちゃうんですよね、みんないなくなる、全員じゃないけどいなくなる人が多くなって、で動画の視聴維持率っていうのがすごい下がっちゃうんですよね。だだ下がりするんですよ。でもやっぱり編み図がないと編めないっていう人もいるし、編み図に変えて、私の説明を聞きながら編み図に変えてっていう、ちょっと一手間あるような感じで編んでる方もいらっしゃるようなので、編み図をね書くと皆さん喜んでくださるんですけど、私としてはちょっとこう編み図をね本当は全部ね編み図載せたいんですけど、載せちゃうと動画なのでね、動画の意味がなくなるんですよねはっきり言ってだから動画を見てくれなくなるんですよ。だからね、いつもねこう悩み葛藤だったんですよね。どこまで編み図にしようかな、でもなって思ってたんですよ。私の言葉がね間違ってる時もあるので、編み図を載せるとそれの回避にもなるので、すごくね私的にも助かる部分はあるんだけど、全部載せちゃうと大変なんだけど、編み図を見て編みたい方は編み図をもうちょっと詳しくね目画像を描いてほしいとかね、記号の説明をしてほしいとかね、そんな感じで言ってくださる方もいるんですけど、でもそれをやっちゃうと動画の意味あるかなって。動画見なくてもだってその編み図だけ見ればね編めちゃいますよね。それはそれで別にいいんだけど、でも私としては見てほしい動画を、せっかく動画を作ってるからっていうその葛藤がねあったんですよ。なのである方からコメント欄で編み図を売ってくださいって方がいらっしゃって、ではあと思って、編み図って売れるんだと思って、ちょっといろいろ調べてみたら、編み図ってねそういう風に販売するサイトがあるみたいで、いろいろちょっと今ね勉強中なんですけど、編み図を描くのにちょっと PC 持ってないんでね、 PC がないと無理かなってね思ったりとかしてたんですけど、手書きでも分かればね大丈夫ですよって言ってくださる方がいて、それだったら大丈夫だなって、作れるなって感じで今ちょっと準備してます。まだねすぐにちょっといろいろねやることがたくさんあって、今この帽子も作ったりとか、あとちょっといろいろあって、すぐにねその編み図を販売するってことがすぐにっていうのはできないんですけど、7月中にはなんとか編み図販売を開始したいなって思います。まずは、リクエストのあった前回の動画のおすましバッグから始めたいと思うんですけど、なるべくね7月中にはちょっと指導したいと思いますのでね、編み図欲しいって方は、販売しますので、それだったらね私も嬉しい、皆さんも嬉しいということでいいんじゃないかなと。やっぱりねウィンウィンじゃないと長く続けていけないんでね、ということでした。それに向けて今ね頑張ってますので、ちょっとね編み図買いたいって言ってくださった方、もうちょっとお待ちいただけるかな、いいかなと思います。ちょっと私のねこれ見てるかどうかわかんないんですけど、とりあえず今ここでお伝えしておきます。あとね2023年7月22日23日の神戸で開催されるハンドメイドマルシェ、前回の動画でお伝えした通り前回のねバッグを売ろうかなと販売をしようかなと思うんですけど、バッグね4つと動画で作ったバッグ4つと、であと新たに作ったもうちょっとねいい麻紐で作ったバッグを販売しようと思ってたんですけど5つ
でも同じやつばっかり売ってもなと思って売れなくないと思って、なのであれはね3つにして、あと2つをねこちらのね帽子をね販売しようかなと思います。もしかしたら送れるのかな。帽子これね畳んで送れないですよね。畳むと形が畳むことはできるけど、このままずっと置いておくとどうかな、形崩れるかなって感じなんですけど、すぐにはねちょっとの間畳んでバッグの中に入れといてもパッと出したらすぐの状態だったら全然元に戻るんですけど、送れるかどうかちょっとよくわかんないんですけど、こちらを販売しようと思います。でこれはねかぶってないので、これとあともう一つエコアンダリアクロシェでこれと同じなやつをね、これと同じのをもう一個作って、笹和紙のとエコアンダリアのと2つちょっと販売してみようかなと思います。いるかないるかなって感じなんだけど、ちょっとね出品してみたいと思いますですね。はい、そんな感じです。ということで今のところ3つですねできました。でこれすっごい編みましたよ。もうね帽子20個編んでますこれいつもなんだけど、いつも言いたいことはいっぱい頑張りましたってこと言いたいですけど出来上がったものはこんな感じなんだけど、その過程がすごいね、もう夜な夜なね編んでました。夜な夜な、そんな中でね、そういう時にいろいろとね、DM くれて励ましてくださる方とか、コメントね、YouTube のコメント欄に、過去の動画とかにもコメントくださる方がいるんですけど、ちょっと悩んでる時とかもくださったりとか、ほんとねもうコメントはもう宝物ですね、私にとって。もう本当にもう無理と思った時に、無理とか思った時にポッとねコメントくれたりとかするんですよね。そうすると頑張るぞって思うよっしゃ行くぞって思うんですよね。だからもう本当にありがとうございます。ありがたいし、本当に励みになるってこういうことかって感じなぐらい励みになっております。はい、ということでした。もうすっごい暑いですけど今もう汗びっしょり。皆さんもね暑いかと思うんですけど、この夏をね乗り切りましょう。あとねこれ穴開いてるからちょっとあれかなと思うんですけど、結構ねちゃんとね日陰になります。であとこの目深にかぶってもここから覗けるんで、これを目深にかぶっても視界が遮られないっていうのが利点ですね。顔にちゃんと影が落ちつつここから覗いて、歩けるのではい、歩けるのでね便利かなと思いますはい、というわけでした。では今回もねちょっと頑張ってね編んだので、皆さんねよかったらね編んでみてください。結構いいです。良いと思うので編んでみてください。でわからないことがございましたら私がねこの編み方を忘れないうちに大体半年ぐらいかな、半年ぐらいだったら覚えてられるかもしれないので、それぐらいの間に1年前とか2年前の動画とかにねたまにねちょっと質問のコメント来るんですけど、ちょっと無理覚えてないんですよね。だからちょっとレジ袋バッグだったかな、あれにねくださる方いるんだけど、ちょっとね答えられなくてね申し訳ないんですけど、レジ袋バッグねちょっとね私あれ失敗してるんですよね。動画ね説明が失敗してるんですよ。なので今度ね同じのをちょっと色変えたり糸変えて1個ね動画出し直そうかなと思いますので、ちょっとねそれでね怒ってる方ちょっと怒ってる方でいらっしゃいましたので、ちょっと新しく作り直すのでちょっとお待ちいただけるかなって感じですね。はい、なるべくねいろいろやることあるので編み図も書かなきゃいけないしっていうことでいろいろあるし
あと新作も作りたいのでいろいろあるんだけど、そんな感じでいろいろ立て込んでるんですけど、ちょっと気長にねいろいろとお待ちいただけたらいいかなと思います。はい、では、今回もね最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。今回帽子編みました。つるかごのような、つるかごみたいな、つるかごのような、つるかごみたいなつるかごみたいなサマーハットってことでね、そういうことしましょう。はい、完成です。